こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、風車型ブランチマイニング23周目を終了したところです。目標数までダイヤ83個、金10個だけとなってます。そしてあと雲のスポナーを見つけたんですが、今更欲しいエンチャントがほぼないんですよね。そのうち全ロスとして計画通りとか言い出すわよ。そういえばこのスポナーですが、過去の収録データを調べたら、素手掘りしてた頃に19メートル弱まで接近してました。あと3メートル近ければ稼働してたのでちょっと惜しかったです。チェストとバケツと、あと羊毛量産できてたわね。さて、採掘用ツルハシの耐久ゲージがなくなりました。2回目の修理です。修理前にエンチャントしますが、そういえば、ダメージ増加とアンデッド特攻と虫特攻は同時につかないとご指摘いただきました。つまり耐久力3ならダメージ増加の追加付与を狙えるはず。お、やっと来ました。スポナー発見した価値がまた下がったわね。余った経験値を何に当てようかと考え、雲の糸を確保できたので弓で試します。なんでパンチワン。もうエンチャントなんて知りません。で、2回目の修理費用は予定通りコスト5でした。さて、24周目終了したところですが、金が目標数達成しました。ダイヤは残り31個です。この分だとあと1周で集めきりそうね。いえ、期待値としては30個少々なので24周目は取れすぎなんです。次の周回では反動で減るかなと思いますので、運悪くなければあと2周は掘れるでしょう。金鉱石はすでに目標数収集済みですが、推移を見たいので最後まで全部回収します。一方鉄はもうスルー決め込んでます。ただ、本当にスルーでいいのか少し不安です。キノコ島を見つけるまであと地図何枚作ればいいのか、エメラルド81個入手するために何個鉄を取引するのか、まだ未知数なんですよね。ここでダイヤ鉱脈見つけてダイヤ5個回収、目標まで残り26個です。エンダーマンを見つけると食い倒してしまいたくなります。ドロップ増加なしの剣をようやく入手したのでドロップは普通です。インベントリ圧迫されるのに。洞窟の中でダイヤ鉱脈見つけて6個回収、目標まで残り20個となりました。幸運3があるので、鉱脈をあと1つ見つけたら目標数まで達する可能性が出てきました。さて、25周目最後の曲がり角です。残った200メートルばかりの直線で、ダイヤが20個未満だったなら、晴れて26周目突入です。ダイヤが出ないよう祈る気持ちになったのは過去のプレイ合わせても初めてかもしれません。やっぱり500個程度の目標では物足りなかったのね。お、これ12周目で間違えて掘った通路です。まだまだ左に伸びてます。あう。あらダイヤよ良かったわね。いや、問題は鉱脈の鉱石数です。お、これは鉱石4つのパターンです。4つならまだセーフ。ダイヤ12個回収で、目標まで残り8個です。そして、逃げ切りました。26周目突入確定です。今更言うのもなんだけど、目的と手段をごっちゃにしてない？いえいえ、何のためにビーコン用ピラミッドにダイヤ組み込む企画立てたと思ってるんですか？ここでアイテム整理しておきます。ちょっと作業台が燃えないか心配ですが、まあめったに燃え移らないでしょう。万一燃えてもすぐ消せば大丈夫です。さて26周目掘り始めて3分で、ダイヤ鉱脈見つかりました。あっさりだったわね。さすがにここで最後となりそうなので、1回ずつ見てしまいます。ぴったり500個。ダイヤ目標数達成です。
ブランチマイニング開始してからここまで、プレイ時間で8時間半弱でした。予定より少し短かったわね。まあでもこれでようやく終わり、すぐ拠点に引き返していよいよネザーね。まだ26周目終わってませんよ。石炭を余計に集めて、26周目終わりました。ここまでの数値で計算すると、前作と比べて金鉱石は 15% 前後増えている感じです。細かい分析は今後行うとして、ようやくブランチマイニング終了しました。さて、リスポーン拠点に戻ってきましたが、ネザーに行きたくないでござる。本音出しちゃダメでしょ。いやでも怖いし、アイテム整理や拠点整備で忙しいし。さて、リアルで数日空けてゲーム再開です。ネザーに行く覚悟を固めました。でもその前に、ビーコン用ピラミッドを地上で試作しておきます。そんなの今度やればいいじゃない。いやいや、私のことなのでもしかしたら計算ミスがあるかもしれません。もし計算ミスがあったら、まだブランチマイニングしないとならないかもしれないんですよ。あれ？数合ってます。計算ミスってないです。さすがにそのくらいは間違えないわよ。でも、エメラルド取引に鉱石数が足りてない可能性がまだあります。石炭と鉄の取引レート最高のドロッパーの村に向かいます。なんか落ちていくの見えたわね。で、村に移動中なんですが、なんか泳ぎが上手くなってるようです。水中歩行3の効果ね。色々試したところ、出だしで足場があればダッシュしたまま泳ぐこともできるようですごく便利です。もっと早く入手しておけばよかったです。10分ほどで村に到着。早速取引開始します。取引のポイントですが、基本は石炭取引です。石炭が取引上限に達したら鉄を取引することで解除します。で、うっかり石炭取引画面で鉄を取引してしまったら、なぜかできてしまいました。あら、案外村人アバウトなのね。でも、鉄取引が上限に達してたら鉄は扱ってくれなかったです。夜になったので今日の取引はここまで。明日もまた頑張ります。あくる日、鍛冶屋を見失いました。閉じ込めておけばよかったのに。まあ3分ほど村を駆け巡って後で無事見つけたんですが、そのおかげで私は決定的瞬間を見てしまいました。なんということを。ポイ捨ては犯罪じゃないですか。さっきまでテリーも丸石ポイポイ捨ててたでしょうに。さて取引の続きですが、石炭も鉄も取引上限となる場合もあり、その際はダイヤで上限解除します。少しもったいないわね。あまり頻繁には起こらないので気にしません。で、ついにエメラルド81個、ブロック9個分が手に入りました。81回もこの鍛冶屋に付きまとっていたのね。いえ、もともと6つ持ってたので75回です。ちなみにもともとは、鉄は130個、石炭は830個ほど取引して、残りはダイヤと金などで補う予定だったのですが、終わってみると予定より鉄取引が多く、石炭が少なくなりました。予定よりも石炭取引停止を解除するのに鉄が必要だったのね。まあ取引回数が少ないので数字がばらつくのは覚悟してたんですが、ばらつきを見越して鉄も石炭も余計に採掘してたんですが、ちょっと石炭が余り気味です。さて、もう少しでリスポーン拠点です。塔は雲を完全に貫いていますね。随分高くなったわね。あと20段足らず積めば塔は完成です。ネザー進出が避けられなくなってきました。エメラルドも計算通り足りてしまったし、鉱石は余ってるし、もうブランチマイニングは終了確定です。まだシンデロスとしまくる望みがあるわよ。武器防具の予備もいくつかあるのでさすがに無理です。さて、プレイの途中ですがキリが良いので今回はここまでです。
この後、ネザーに進出して少々のところまで収録しており、続きは次回です。進出してすぐ死んだの？いえ、ちょっと溶岩がクセ者でモチベーションが落ちました。というわけで次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。